ヤッホーとしきです。今回は2章までのおすすめ攻略7選ということで、いやーほんと最初利用規約見て禁止かと思ってたらこれ OK だったんすね。マジでこのゲーム難しいんですけど、ボスを倒した時の達成感とか半端ないんでマジで面白いっすよね。で、今回はおすすめ攻略7選ということでご覧の感じでまとめてきましたので、よかったら最後までご覧ください。特に誰でもおすすめなバトルテクとか、個人的にめちゃくちゃ強いなと思った強ボス攻略とか、もちろんおすすめスキル振りも合わせて、このゲーム結構難しいなと思ってる方に届いたらいいなって思えるような情報を集めてきましたので、もしよかったら参考にしてみてください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それではまず誰でもできるおすすめバトルテクやってみたいと思います。まず最初にここで紹介する内容を先に出しておきたいと思います。こちらです。ドン。はい、まずは全弾撃たないちょっかいを出していくというイメージ。そして2つ目が、これはアクション RPG とはなってるんですけど、頭の中でターン制 RPG だと思い込もうというところ。そして3つ目、ジャンプ攻撃が意外と便利。4つ目は通常攻撃からの三角ボタンが便利。一番最後に走りチャージを活用しようといったところですね。ここら辺を参考にしていただくだけで、個人的になんですけど、僕自身がかなり敵と戦いやすくなったので、ぜひね、参考にしてもらえたら嬉しいです。それではやっていきましょう。まず最初に全弾撃たないフルコンボは撃たずにちょっかいを出していくというイメージですね。やっていきたいと思います。まずこんな感じで普通に、全弾撃とうとすると途中で必ずこうやって邪魔されないですか？僕も普通にやっててめちゃくちゃ邪魔されることが多いんですけど、よくよく考えたらこのゲームって道中ボス含めフルコンボを叩いていける敵ってなんかこういうあそこら辺にいるようなこういう雑魚しかいないんですね。っていうかこの雑魚ですら邪魔してくるんですけど、このゲームは一旦フルコンボ入れるのはダウンした時のみともう考えてしまいましょう。はい、普通にこうやって攻撃して後ろからだったとしても、なんか来そうだと思ったらすぐ回避する。で、様子を見る。はい。で、大丈夫そうだったら撃つ。で、逃げる。こんな感じでちょっかいを出していきましょう。こうした方がかなりね、被弾が少なくなって、で、気づいたら敵にね、割とダメージ入ってるんですよね。結構ね、薄々感づいてる方もいると思いますが、こちらの火力結構低いですよね。はい、来そうだったらすぐ逃げる。若干ですけど、ちょっとずつ必ず敵の体力は減っていきますので、ちょっかいを出すといったイメージをかなり大切にしてみてください。そして2つ目は、単性 RPG だと考えようですね。さっきのとちょっと似てるんですが、敵がまず何をしてくるのか観察するようにしてください。結構バトルが難しいなと考えてる人って、この観察の時間が少ないと思うんですね。何も観察せずにこうやって突っ込んだりしたら、それはこうやって攻撃はされてしまうよっていうことなんですね。なので敵の攻撃をまずは回避してから、はい、後出しじゃんけんみたいな感じでちょっかい出す、すぐ逃げる。このやり方をね、徹底的に体に染み付かせてみてください。道中の敵でも攻撃したら攻撃一発もらう。で、もう一回攻撃したらまたもらうみたいな感じで、マジで、順番通りに殴り合ってたらいくら回復薬があっても足りないので、まず後出しじゃんけんができるかどうかというのをまず頭に入れて、はい、敵が盾がもげて攻撃態勢になっても、まずは HP を確認。何をしてくるか観察をしてから回避を入れて、攻撃がちゃんと終わったなと思ったところで、ちょっかいを出していく。で、すぐに逃げる。はい、すぐに逃げる。もうここら辺はもう回避連打でいいです。大体何回も戦ってると、敵の攻撃が、これで終わりなんだなって気づく時があるんですね。それがマジで成長の瞬間なんですね。で、離れて、終わったなと思ったらもうここで突っ込んでしまう。マジで単性 RPG だと考えた瞬間に、このゲームちょっと楽になったので、ぜひ参考にしてみてください。続いて、ジャンプ攻撃が便利だよというのをやっていきます。これね、結構気づいてる方いるかもしれませんが、普通にジャンプで四角を押すとこんな感じの攻撃ができるんですね。これかなり、強襲攻撃みたいな感じで、離れすぎると今みたいに当たらないんですが、ヒットアンドアウェイがこんな感じでできるんですね。はい、ここからちょっと遠いなと思った時はこれで十分です。はい。これで十分ですね。これ結構ね、どのタイミングからやっても割とね、当たってくれて、ちょっとずつ攻撃が当たって便利なんですよね。で、相手の様子を見るっていう心の余裕も生まれるんで、結構便利な戦法だったりしますね。後でボス戦の紹介もするんですが、その時もね、すごく多用してるんで、割と、相性のいいボスだったら、連打でも結構いけるんで、ぜひやってみてください。で、お察しの通り、ダメージ量はそんなに多くないんですが、これ何がいいのかというと、右下ご覧ください。混成ゲージがもうマックスまで溜まっているんですね。なのでここで4つ目ですね、四角からの三角攻撃を多用しようというところですね。ちょっとわざと攻撃当たって
はい、HP を減らした状態の方が分かりやすいので、これでやってみたいと思います。このゲームのシステムとしてスキルを覚える必要があるんですが、四角の弱攻撃から三角につなげるとコンボ攻撃を行うことができるんですね。で、一番重要なのはその時に体力が回復するよということなんですね。やってみます。はい、ここら辺で三角を押すと、はい、2段目まで僕はできるようにスキル解放してあるんですが、HP 回復したの分かりましたかね。これ結構威力あって敵をよろつかせることもできますし、HP も回復できるんで、マジで多用するコンボなんですね。で、混成ゲージがなくなったらまたジャンプ攻撃で、溜めに行く。割と溜まりますよね。はい、もう1本溜まっていて、こんな感じでどんどん溜まっていくんですね。で、これで多少攻撃を受けたとしても、四角からの三角で、今赤い攻撃が出ましたね。これは四角から三角に派生した瞬間に敵の攻撃を受けるとパリみたいな感じで無効化してくれるんですよ。これもかなり便利ですね。この辺りが分かってくるとかなり敵とは戦いやすくなるので、ぜひねやってみていただきたいですね。はい、ちょっかい出す。これで結構ね意外と HP 減ってるんですよね。続いて走りチャージを多用しようというところですね。これもスキルを覚える必要があるんですが、後で解説します。スキルを覚えると普通は三角を押すとこんな感じで貯めることができるんですが、この間に走れるんですね。で、これでいつ使うのかというと、敵の攻撃の終わりを狙ってここら辺で、はい、こんな感じで吹っ飛ばすこともできますし、結構なシールドにダメージ入ってますよね。これ本体だったらもっと食らってるんですけど、はい、こんな感じで敵の様子を見ながらチャージしてここら辺で使っていく。はい、こちらもスーパーアーマーついてるんで結構攻撃使いやすいんですね。これがね結構便利で、道中の敵とかでも敵にバレる前にチャージして近づいてしまえば割とね簡単に立ち回ることができるんですね。そして今まで紹介したものを全てまとめて体に慣れさせていくと、道中でもね割と、分かりやすくかなり自分が上達したなみたいな、実感が得られると思います。被弾がねかなり少なくなるんですよ。とにかく被弾しないことが優先になってきますんで、コンボ攻撃とかもしっかり活用して攻撃を食らってしまったら回復もできるような感じで、はい、コンボ入れてちょっと回復とかね、軽くちょっかいを出していく感じでマジでやってみてください。全然変わります。マジでこのゲーム難しいと思ってる方の参考になったら嬉しいですね。てかもうジャンプ攻撃マジで有能なんでどんどん使っちゃってください。はい、それではおすすめスキル振りやっていくんですが、ここが結構個人的に重要だと思っていて、サムネにもあった通り〇〇〇は罠というところも合わせて紹介していきます。上のメニューバー左から体育、梱包、技術とあるんですが、ここで使えるスキルポイントも序盤のうちはかなり限られてると思うんで、個人的におすすめしたい順番で紹介していきますんで、結構行ったり来たりするかもしれませんがご了承ください。まず一つ目は何といっても体育のここ真ん中武芸のここですね。一番最初に皆さん覚えると思うんですが、軽根、いわゆる近くの弱攻撃の初段での近づく距離が大きく増加する。これは僕一番最初に2つまで強化しました。これはもうね目に見えて戦いやすさが変わりますんで、ぜひねこれは一番最初に1個だけでも育ててみてください。続いて右行って梱包ですね。梱包のここの3つですね。ここはまあ順番どこからでもいいんですが、さっきの覚えた後にここに来てみてください。いやまあやっぱり一番これですかね。見切り。先ほどのバトルテクでも紹介していた弱攻撃から三角の強攻撃につなげると混成を一段消費して破根式を繰り出すことができる。でその途中に攻撃を食らうとそれをいなして完全パリみたいな感じにして攻撃できるんですね。これはまあ狙ってやるのは難しいんですけどめちゃくちゃ助かります。これはガチで必要なので覚えておいてください。とそのまま行って左、こちら転脚って読むんですかね。エネルギーチャージ中に走ることができる。ご覧のように三角のチャージしながら移動することができるんで、バトルテクでも使った簡単なテクニックが使えるようになりますんで、これもマジでおすすめですね。で左行って装置、ここもガチで重要で、僕はまだ2つまでしか上げてないんですが、この混成ゲージ、チャージしたゲージを1個消費した時に回復する HP をわずかに増加する。これがあるのとないのとでは結構ね道中でも戦いやすさが変わってくるんで、まあボス戦だと敵の火力が高すぎてあんまり意味ないように思えますが、道中の中ボスとかボスにおいてもこの見切りですね、四角から三角のコンボ攻撃を意識して行うことによって結構な回数稼げたりするんですよ。でその度に HP が回復するっていうんで、これはマジで必須レベルかなと思います。でこの生命力つながりでサムネにあった〇〇〇は罠というのも解説していきます。左の体育に戻って、こちら対談修練という項目があるんですが、マジでねこれは序盤は罠だよというのがもうこちらなんですね。最大生命力が少し増える。まあこれ僕は4段まで振ってあるんですけど、2章クリアまでして3章に入ってるんで、スキル
ポイント余ったから振ったっていうのがあるんで、実際にじゃあこれ生命力上げたらどのくらい HP が上がるのか検証してみました。この時に4になった感じですね。試しに生命力を全部で3つここでレベルを上げてみました。はい、ここで1で2ですね。それで3上がりましたね。これでどのくらい生命力が上がったのかというと、こちらですね。はい、見えますかね。 HP が減った分だけ、たったこれだけですね。3つもスキルポイント使ってたったこれだけしか上がらないんで、マジで序盤の重要なスキル他にもたくさんあるんで、これはねちょっときついかなといったところっすね。ということで序盤のうちはそんなビビたる生命力を上げるよりもっと必要なスキルがこっちの方とか、例えば奇術とか低身術とかこっちの方に振った方が絶対に戦いやすいんで、僕みたいに2章クリアかとか、ある程度今回紹介するスキル振り終わって余ったら生命力でいいんじゃないかなと思います。本当にアクションが苦手でめちゃくちゃダメージ食らっちゃうんですっていう人は全然振っても OK だと思うんですが、まずはこれを振らずに他の有用なスキルを覚えてみて、それでも体力が足りないなと思ったらいつでも祠でスキル振り直しできるんで、まずはねここはちょっと序盤は罠かなって感じましたね。そして先ほどのおすすめスキル振りに戻りまして、体育の体力のところのこちらですね。最初の回避がより素早くなる、これも結構重要です。めちゃくちゃ回避がやりやすくなるかって言われたらそうではないんですけど、やりやすくなることには変わりないんで、これはねぜひ覚えていただきたいですね。でここまで覚えてきたら次はねこれを取りたいんですね。残魂式といって、さっきもおすすめバトルテクでやってたんですが、四角からの三角、そしてその時にチャージがもう1個溜まっていると、また三角を押すとこんな感じで2段目の残魂式を打つことができるんですね。この時にもしっかり HP が回復します。でこの残魂式を覚えるためにはこちら名護値を10入れなければいけないんですね。なのでこのあたりとか回復効果を高めたりとかしてなんとか10個突っ込んでから、これを覚えてみてください。でちなみに余談ですが、この縦コンっていうんですかね、そしてこの四コン刺すっていうコンなんですけど、この2つ僕振ってあるんですけどマジで後悔しました。この2つねいつ使うのかマジでわかんなくって、で発売前のトレーラーでもあったこの縦コンっていうんですね、この上に逃げるやつ、棒に乗って上に逃げるやつなんですが、敵の攻撃ね意外と避けれないんですよ。なんか血を這うような特殊攻撃だったら避けれるかもしれないんですけど、そんな敵ねあんまいないんですよ。で敵の通常攻撃も避けられるとは思うんですけど、そんなんだったら普通に回避した方がいいので使う場面がよくわかんないんですよね。こっちの方見てもあんま強いこと書いてないんですね。でおまけにこっちの方は遠距離攻撃ができるのでいいのかなと思ったんですけど、その場で貯めなきゃいけなくって、攻撃距離はあるんですけどなかなか使いづらかったっすね。なのでこのゲームはここのスキルツリーのスキルの方が強いので、マジでこっちをおすすめしたいですね。で10個振ったら、ここを残魂式を覚えていってください。であとは走りながらチャージする時の蓄力速度がわずかに上昇する、これに振っていたりとかで、余ったら僕みたいに序盤はちょっと抜けてきたかな、ゲーム慣れてきたかなっていう感じでここを上げてみてもいいんじゃないかなと思います。あとこれですね、回避後に弱攻撃のコンボの途中から出せるよ、ジャスト回避後も出せるよっていうやつですね。これ意外と便利だったりしました。あとは低身術に振っていく感じですかね。この術マジで強いんで僕はここまで進めてあります。敵をストップ状態にして、その状態の時に四角からの三角攻撃とか、四角のコンボ攻撃の最後当てるとか、ちょっと強めな攻撃当てるとバリンと破ることができるんですね。その時に法力、いわゆる MP ですね、これを少し回復することができるんで、1回でも多く低身術を使えたらそれだけで戦況はかなり有利になりますから、これはね覚えておいていただきたいですね。でも確かここレベル30とか25とか必要だった気がするんで、進んできたらって感じで覚えておいてください。最後にこれはちょっと進んだ方向けというか、2章の虎のボスがいて、そいつを倒すとゲットできる術がこちら混合術なんですけど、この術個人的にマジで有能だと思ってるんですね。それが普通に使うだけではただ敵を弾くだけなんですが、これ強化を進めていくと、そもそもまずここ1段階目に再使用までのクールタイムが短縮される、敵の攻撃を弾いた後にダメージを軽減する、敵の攻撃を弾いた時に出す弱攻撃の威力が上がるというか、そもそも敵の攻撃を弾くと一定の混成ゲージをゲット。なんかこの術だけ発動が簡単なのに書いてあることめっちゃ強いんですよ。さらに一番最後がやばいです。これ敵の攻撃を弾くと多くの法力を得る、 MP を得ることができる。ただこれを習得すると混合術で敵の攻撃をパリ
するまでの時間が、猶予時間が短くなっちゃうんですが、これマジやばいんすね。ちなみにこの後どのくらい回復するのかお見せするんですが、その前にそれぞれ1章2章のボスを倒すとなんかパッシブの効果を得られるアイテムもらえるんですね。でこれ3つのうちから1つ自分の好きな能力を選べるんですが、僕は2章のボスを倒してこちら混合術で敵の攻撃を弾くまでの時間が短くなっちゃうんだけど、パリーすることに成功すると消費した法力の半分が戻る、これをね装備しています。ということで実践で分かりやすくやってみたいと思います。まず普通に使うとどのぐらい消費するのか。はい、こんな感じですね。左下見えましたかね。割と少ないですよね。で、この技ってクールタイムが結構短くって、みるみるうちに回復していますよね。そろそろ溜まりそうですね。はい、溜まりました。はい、それではマックスの時に使ってどのくらい回復するのか見ていきたいと思います。さあ、攻撃してこい。ここ。はい、見えましたかね。今成功したんですけどご覧ください。法力がね、消費ゼロなんですね。マジで全部回復してるんですよ。これマジやばくないですか？しかも一撃で敵の盾吹き飛んでるんですよね。1回分減ってるんですが、ここでもう1回使ってみましょう。はい。これですね、使った分マジで回復するんですよ。これやばくないですか？のでここまで育てるとこのゲームの中でパリーのシステムを個人的に入れられるってことなんですね。クールタイムはあるんですが、自分でパリーのシステムを入れられるっていうのはマジで強いなと思うんですよ。ちなみにこれ敵の攻撃弾くだけじゃなくて混成ゲージも回復することができます。はい。ゼロの状態から1回でこれぐらい回復しましたね。なので、クールタイムの間は普通に挺身術をかけて、ボス戦とかはこういう風に殴っていく。で、その間にパリーが回復してるんで、挺身術のクールタイムを稼ぐ間にこう逃げ回ってて、やべえと思ったらパリーするみたいな。いや、マジでね、この混合術便利なんですよ。こちらの混合術は2章のボスでも結構多用していたので、ぜひね、そちらも合わせて参考にしてみてください。といった感じで一応おすすめスキル紹介してきたんですが、もしね、他にもこれおすすめだよっていうのがあればぜひコメントで教えてください。続いて永続的に回復関連をアップさせるのとステータスの強化方法について説明していきます。まずは回復関連の強化についてですね。まあここは皆さんご存知かと思いますが、第1ステージ目のこちらの竹林みたいな名前のところ、そこの一番下白い霧に触って書いてある場所、ここにいる NPC に話しかけることによって回復アイテムを強化できます。まあ場所は簡単だと思います。さっきのワープポイントからまっすぐ行ってここを右に行くだけですね。この先のお猿さんが強化してくれる、はい、ここにいるんですが、ここで必要なアイテムが2種類あります。まず1つ目が落下口頭という植物、これは回復回数のアップに使います。次が三頭虫という虫、これは回復量アップに使うんですが、この2つ割とね道中にあったりするんですね。でまず1つ目が回復回数をアップするのがもうすぐここにあったんですよ。はい、こんな感じで茶色い植物が垂れ下がっているんですが、これがマジで大事です。そこら辺のノーマルの素材だと思って取るのめんどくさい方もしかしたらいるかもしれないんですけど、これはねそれと間違えて見過ごすと大変なことになるんで、この見た目はねマジで覚えておいてください。そして回復量を高める虫がこんな感じの壺の中にいました。この虫に関してはこの壺の中限定なのかわからないんですが、道中でここでゲットできたんですけど、このゲームって結構落ちてるものは全部拾う、壊せるものは全部壊すって言って進めていかないと、割とこういった貴重なアイテム見逃す可能性があるんで、ぜひねクラッシャーのごとく全部壊しながら全部取りながら進んでみてください。またこれは余談ですが、各章のラストボスを倒して次の章に進んだ時、もしくは他のタイミングでもあるかもしれないんですが、この品物購入のところに赤い点マークがついていて、僕もさっき気づいたんですが、普通にこれ回復効果アップ、回復回数アップのものを売ってくれてるんですね。ちょくちょく章をクリアするとか進んだ時に戻ってくるのがいいんじゃないかなと思いますね。続いて永続的にステータス強化をする方法を解説していきます。今いるのが第2章のステージの上から2番目のガゴジの穴にくらって書いてある場所、こちらにいるんですね。はい、このワープポイントを見て右に行くと、ここに何やら NPC がいるんですね。こいつに話しかけると、こちらの一番上の項目のこちら展開のって書いてある方を押すと、各ステータスを永久的に増やしてくれる項目があるんですね。これマジやばいっすよね。で僕は今最大 HP に3、そして最大法力 MP ですね、 MP に2
に振ってある状態です。左下のステータスがこんな感じになってますね。結構 HP 長いっすよね。ステータスの強化に必要なアイテムがこちら、霊竜内炭。この文字よく見かけてましたよね。確か道中の宝箱でもどっかでゲットできたかなってうっすら記憶はあるんですが、主に HP ゲージが出てくるような中モブ、中ボス、そして普通の小のボスを倒すと、これゲットできます。体力どんどん振っていきたいですよね。プラス15結構でかいんで。ただここまで到着するのに結構多くのボスを倒す必要があるので、それはこの後紹介する個人的に強いなこいつと思ったボスの攻略載せてるので、それも合わせて参考にここに到着してみてください。続いてこの穴蔵への行き方を解説していきます。まずは第2章のステージをガゴジの3本まで進めてみてください。はい、そうしますとこんな感じの場所にたどり着いて、階段をどんどん登っていって、この先にね、虎のボスがいるんですね。で、その虎のボスをなんとか倒してください。この後の強ボス攻略でもやります。その虎を見事倒すことができましたら、まっすぐ進んでいきます。割とね、一本道なので分かりやすいんですが、一応行ってみます。はい、このままずっとまっすぐ進んでいきますね。倍速とかはかけないので、皆さん見ながらプレイしてみてください。真正面に重要アイテムあります。ステータスアップですね。はい、まずはここにワープポイント。ここが低風橋というワープポイント。そのまんままっすぐ進んでいきます。左に曲がります。で、階段を登ったらすぐ右ですね。はい、目の前になんかいるのが目印。避けて右に降ります。で、すぐ左に向かっていきます。はい、こんな感じでやり過ごしといてください。そのまんままっすぐ進んでいきます。門をくぐったらまっすぐ右斜め上の方角に進んでいきます。はい、そうするとバトルテクで紹介していた場所にたどり着きます。ここのワープポイントが低風省って読むんですかね。ここにたどり着きます。まだもうちょっと先へ進みます。普通に順路をまっすぐ行ってください。ここに宝箱もあります。で、このまんままっすぐ進むと橋があって、ここにね、何やらめちゃくちゃ強敵オーラを出してる敵がいるんですが、はい、察しの通りここでボスがあるんですね。ここもね、結構個人的には強いなと思ったんで、後で攻略してみたいと思います。で、倒すことができたらまっすぐ行きます。ここの目の前に14アイテムが1個あります。で、左に順路に進んでいって、ここも一本道なんで迷うってことはそうそうないかなと思います。一本道です。はい、開けた場所までたどり着きましたら、ここ、ボスがいるよね、みたいな場所があって、ここでゴーレムみたいなボスと戦闘になります。このゴーレムをまずは倒してください。そんなに強くはないです。倒すことができたら、キーとなるアイテムをゲットできますので、先ほどの虎のところまで戻りたいと思います。まずはこっちに進んで、ワープポイントがあるので、解放しておきましょう。
はい、着きましたね。こちらのワープポイントが採石台というところでした。そしてこれで山門に戻ります。はい、山門のすぐ近くの虎と戦った場所まで戻ってきました。先ほどのキーアイテムをこの階段の上にあるこちらにインタラクトすると、実はさっきまで見せてなかったんですが、後ろこんな感じになるんですね。これやばいっすよね。これ口が開いていて地下に行くことができます。はい、もう少しで到着です。これをどんどん下に下っていきましょう。左に敵。はい、ここ敵がいて、ここに重要アイテムあるので取っといてください。そしてそのまんま進んでいきます。この銅像の後ろに通路があるんですね。で、このまままっすぐ行って、あとは一本道なんですけど、ここ要注意で、はい、ここにゲットできる敵がいて、こいつらね、めちゃくちゃ数がいて、一匹一匹めちゃくちゃ強いんですよ。なので、ここは一旦スルー推奨で、そこも宝箱があるんですけど、一旦先に進みましょう。で、先に進むと、もうすぐここ、はい、滑って下れる場所があって、見事、こちらが穴蔵というワープポイントですね。あちらにステータスアップの場所があります。ぜひこれ参考にして進んでみてください。個人的に強えな、こいつと思った強ボス攻略やってみたいと思います。こちらの方々になっています。第1章のヘビ、そしてクマ。で、第2章のトラとサムライと2章のラストボスっすね。割と皆さんここら辺、クマとかトラとかで2章のラスボスなんかめちゃくちゃ強いんで、だいたいここら辺で苦戦すると思うんですね。なので、ぜひアクション苦手だよとか、このゲーム結構難しいなと思ってる方は参考にしてみてください。また、第1章の最後のボスであるクマ、そして第2章のラストボスについては専用の隠しアイテムがあるんですね。その専用アイテム使うと、章ごとのラストボスが結構楽になったりするんで、もし必要だったら先にそちらをご覧ください。で、どうやって攻略していくのかというと、普通に討伐した動画流すだけではちょっと分かりづらいと思いましたので、敵の攻撃モーションをまず皆さんに目で見て慣れてもらいながら解説していくといったスタンスでいきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、まずはヘビからやっていきたいと思います。こいつもね、結構苦戦する人多いと思うんですが、あるコツさえ掴んでしまえばマジで弱いボスなのでやってみたいと思います。今みたいな感じで突進攻撃の後を狙うだけ、これがねマジで一番ミソなんですね。狙えるところはこんな感じで攻撃していくんですが、バトルテクでも紹介した深追いしない、ちょっかいを出す、前段コンボは出さないというのを意識して、であとは後出しじゃんけんですね。単性 RPG だと思ってもらえれば、割と簡単に攻略することはできます。ここですね。はい、こんな感じで挺身術はどんどん使っていってほしいんですが、こればっかり使うとこいつ第2形態があるので困ってしまいますよね。なので1回ぐらいで止めておきたいところ。はい、これがジャンプ攻撃が便利だよと言っていたゆえんなんですね。普通にこういうボスですらジャンプ攻撃使ってると動かないような敵が割といたんですね。なのでこれちょっとずるいんですが、まあ勝ちゃいいんですよ。勝ちゃ、ジャンプ攻撃めちゃめちゃ連打してて敵全く動かないんで、なんだこれって思いながらやってましたね。これね、気づいてない方結構多いので、ジャンプ攻撃が便利だよというのは覚えておいてください。基本的にはこのヘビは近づかずにジャンプ攻撃でチクチク削るか、敵の突き攻撃をどんどん狙っていってください。はい、結構地味な絵が続いたのでそのまんま進んで、基本的には敵の攻撃から距離を取って過ごしてみてください。はい、これぐらい距離を取っていれば敵が動かないか突進攻撃してくるかどちらかだったので、これ結構いい戦法ですよね。何のリソースも消費することなく安全に攻撃することができます。ただたまにジャンプ攻撃が外れて敵の位置で止まってしまうみたいなことがあるので、回避ボタン、ここですね、回避ボタンだけは構えておいてください。危なかったらすぐ逃げる。こんな感じで気づいたらもう結構敵の HP 減ってますよね。はい、これ飛んでくる。目で慣れるのが一番いいと思いますんで、まあこの敵に関しては目で慣れる必要はないというか、ジャンプ攻撃だけしてりゃ勝てるかなって感じです。そろそろ第1形態が終了しますね。はい、第2形態に入りました。ここからはもう説明することがねほとんどないんですよね。敵の攻撃モーションをいちいち説明しようと思ったんですが、ここですね。敵の突き攻撃大きく振りかぶって突進してくる。必ず自分の位置に出現するので、それをタイミングよく避けるタイミング系、ここもですね。はいはい、ここですね。分かりやすいですよね。振りかぶって突進してくる時のモーションが分かりやすい。これもそうですね。うまく避けて、あとはちょくちょく攻撃与えるだけでいいですね。混成ゲージが溜まってたらあんな感じで入れてみてください。深追いはしない。そして離れる。
距離を取れば必ず突進攻撃してくるので、ここですね、この攻撃を誘発してジャンプ攻撃でもいいですし、チクチクやっても大丈夫です。はい、いける人はどんどん攻撃入れていってギリギリで避けるみたいなことをしてみてください。はい、こんな感じでうまくいけば連続で攻撃できますね。敵すぐ逃げるんですけど、ここは食らってしまってますが、距離を取っていれば回復もできますし、ここですね、必ず自分のとこまで追いついてくるのでお気をつけください。どんだけ離れていても来ます。ここら辺はもう、丸連打してれば避けれると思いますんで、なるべく距離を取って突進攻撃を誘発する、これだけで勝てると思いますんで、今の遠距離攻撃だけお気をつけください。ここら辺からも、はい、距離取っていれば何にも怖くはないですね。もうこいつに関してはこれ以上説明することがないんで、離れて突進攻撃回避して攻撃してみてください。それではクマ攻略していきましょう。第1章のラスボスですね。こいつに関しては攻撃モーションを何回も見て目で慣れていきましょう。一番戦いやすいなと思った戦法は両手の叩きつけの後に回避を構えながら攻撃を仕掛けるという決め打ち戦法ですね。両手の叩きつけ攻撃というのがこちらですね。これに関しては距離が遠すぎて敵は何も攻撃してこなかったんですが、この両手の攻撃の後をめちゃくちゃ狙っていきました。まだそんなに HP が減ってない状態の時はこんな感じで叩きつけるだけで行動が終わる時も多々あるので、これは結構攻撃チャンスですね。でこれは四角からの三角攻撃もしくはコンパク、この坊主めちゃくちゃ強いんですけど、これを使ったり2ゲージ分の混成ゲージを使ってできるだけ素早くダメージを与えていきましょう。で油断してるとこの上からのこれですね、これがめちゃくちゃ起動が早いのでお気をつけください。普通にそのまんま走り去ってしまう時もありますが、これは放置しておきましょう。またジャブからの両手叩きつけ、この攻撃の後は何かしら1モーション2モーション攻撃してくるので、あらかじめ回避ボタンを用意してからそれを避けてから攻撃してみてください。ここもチャンスです。そしてこれまでの複合としてジャブからの叩きつけ、その後にまた叩きつけをしてくるんですね。この後チャンスかと思いきや上に飛び上がってくる時があるので、これを避けたらマジで大チャンスですね。ということで両手の叩きつけの後が個人的には戦いやすかったんですが、これはこれじゃなくても皆さんのご自身の好きなタイミングで全然大丈夫です。全ボス共通にはなるんですが、ここだっていうタイミングを決め打ちしてアクションを整理していくと見えていくものがあるんで、ぜひねこれも参考にしてみてください。またこれは余談ですが、たまに遠くに走り去っていく時ありますよね。その時にこうやってまだ四つん這いの状態が長く続いている時はかなり攻撃チャンスなので、ここは逃さずに絶対に追っかけていきましょう。そして後半になったらこれまで使ってこなかった術などもどんどん使ってなるべく短時間で倒すように心がけていきましょう。マジで HP 半分切った後のこの炎状態のクマって火力がアホほど高いんで、ちょっとでも食らうとこんな感じでほぼ HP 持ってかれてしまいますよね。なので HP 半分切ったら短期決戦というか、これまで使ってこなかった分身も使ってどんどん火力優先でいきましょう。あとはこれまでにゲットしてきたこいつですね、炎の剣士に変化してどんどん火力を出していくとか、もうここら辺まで敵のボスの HP が減ってしまえばご利用せると思いますんでね、ぜひねクマで詰まっている方はこの戦い方参考にしてみてください。さあトライやってみたいと思います。こいつマジ強いですよね。最初は絶対飛んでくるので避けてここら辺でコンパクぶち込んどいてください。坊主マジ強いで、こいつに関してはマジ強いんで術は惜しみなく最初からどんどん使っちゃってください。早速狙うべき攻撃チャンス見ていきましょう。横っ飛びからの2回殴って足で踏みつけてからのジャンプ攻撃、このジャンプ攻撃の後が基本的にはトラは攻撃チャンスになっています。もう1回見ていきましょう。必ず横っ飛びをしてから2回殴って、そして足で踏んづけてからジャンプ攻撃。このトラは結構ジャンプ攻撃が多いんですよね。さらにもう一つあります。空手の構えからの飛び蹴りポンポン、そしてジャンプ攻撃。この後もめちゃくちゃ攻撃チャンスです。空手の構えからの飛び蹴りポンポンジャンプ攻撃ですね。最後は単純に方向してから普通のジャンプ攻撃してくるパターン。これは HP が減ってきたらまたなんか変な攻撃してくるかもしれませんが、基本的にはこれ単発で終わることが多いです。横っ飛びせずに殴ってきた時は1、2の後に足払いをして逃げてしまいます。なのでここは忘れずに3段目の足蹴りまで回避してその後はほっときましょう。また途中でトラが混合術使ってきたらほっときましょう。これそうしたら飛んでくるのでこれを回避するだけで OK です。ちなみにこいつに強攻撃というか結構強めのダメージ与えると解除できるんですが、あんまり時間的猶予がないのでほっといた方が賢明ですね。続いてこれは絶対避けたい攻撃、刀一戦ですね。このタイミングでぜひ避けてみてください。もう一回
はい、ここ。続いて刀の連撃タイプですね。ポンポンと切ってくると思いきや1回転してきます。最後ディレイですね。ゆっくり見てみましょう。はい、こんな感じで音を頼りに覚えてみてください。さらにこれは HP が減ってくるとポンポンポンと避けたにもかかわらずしまうふりをしてシュンシュンシュンというリズムで切ってきます。これもね結構終盤になってきたら覚えておきましょう。シュンシュンシュンのリズムです。こちらも覚えなくてはいいんですが、後半のさっきのコンボを先にやってくるパターンもあります。そして最後は1段コンボが少なくなっています。見ていきましょう。という感じでここまで覚えようとするとかなり複雑になってしまいますんで、そんなこともしてくるんだぐらいに思っといてください。はい、といった感じで虎の攻略は終わっていくんですが、基本的にはジャンプ攻撃で攻めて、あとは刀に気をつける、これぐらいで何度かトライすればクリアできると思いますし、挺身術とかも惜しみなく使って攻略してみてください。さて侍はノーカットでいきたいと思います。高確率でジャンプ攻撃してきます。動画では当たってしまっていますが、タイミングで混合術使ってみてください。こいつはマジで短期決戦が肝ですね。はい、混合術虎でゲットしたやつが割と使いやすい感じ。攻撃してきても連撃していれば割とひるんでくれるので、結構いける感じですね。ここ注意なのが左右の端、普通にこっちは落ちるんだけど敵は落ちないっていう卑怯な、仕様になってますんで、落ちないように気をつけてください。結構吹き飛ばしてきます。はい、ここら辺から混合術もどんどん回復するので使っていきましょう。で挺身術とかもバンバン使っちゃって大丈夫です。こいつ結構耐久力低いのでどんどん術を使って短期決戦に持ち込んでいきましょう。攻撃モーションも読みづらいし、こんな遠距離攻撃もしてくるんでマジで強いんですよねこいつ。はい、これ飛び込み攻撃は混合術だとダメージ食らわないんですけど吹き飛んでしまいます。で距離を取って様子を見てって感じですね。はい、挺身術のチャージを時間を稼いで逃げてここで止めて、もうボンボンコンボを叩き込んでいきましょう。もう半分減りました。結構ダメージ入ってますよね。はい、混合術使って結構ねこのパリが効くんすよね。であらかた HP 減ったらもう変身して一気に勝負をつけてしまいましょう。この突進攻撃で落ちる心配はないのでご安心ください。で戻ってしまったらあとはもうちょっとなので、チャージを待って挺身術でやるか、もうボンボン強攻撃とか、叩き込んで短期決戦でいっちゃってください。僕は混合術を使って倒しました。はい、こんな感じでマジで強いので油断せずに HP は低いんだけど、短期決戦で頑張ってみてください。そして最後めちゃくちゃ強い2章のボスやっていきましょう。ここでもとりあえず攻撃モーションを目で見て慣れてから解説していきたいと思います。一番最後に倒した時の動画も載せておくのでよかったら参考にしてみてください。まず開幕突っ込んでいくと回し切りからのブンブンの縦切り、これよくやってきます。これに関しては慣れてきたらでいいんですけど、動画の通り右の方に回り込みながら動くと当たらないことが多いですね。このモーション避けれるとかなり楽になるのでぜひ覚えましょう。2つ目のコンボ、これもよく出てきます。突き刺し後にもう片方の足で踏み込み、これがね結構な頻度でやってくるんで、これも避けれたらマジで楽になりますね。そして3つ目、ここまでがよく出てくるコンボですね。地面に投げつけてから範囲攻撃、これは落ち着いてちょっと離れてからこんな感じで攻撃すると避けれると思います。ここまでの3つが前半戦というか、敵が HP が半分以上の時はずっとほぼほぼこれやってくるので、気をつけなければいけないのは敵にくっついてる状態だとこれをよくやってくるので、なるべく敵に張り付いて行動してみてください。これ避けれたらマジで楽になります。でここからは気をつけるアクション、 HP を半分切るとこんな感じでノーモーションで蹴り上げてなんか特殊の攻撃してくるんですね。これガチでやばいんすよ。マジで出のモーションがなさすぎて避けれないんで、もうこれは半分諦めぐらいでこういうことしてくるんだって感じで覚えておいてください。続いて気をつけるアクション、 HP を半分切るとでっけえ虫召喚して落としてくるんですね。これ自体はいいんですけど、ご覧のように砂塵が巻き上がって敵の姿が見えなくなってしまうんですね。なので
で気をつけるべきは虫本体ではなく、敵が何してくるのかもう回避連打しときましょう。最後の気をつけるべきアクション、ポンポンと飛んで最後また飛びかかってくるんですね。これ僕最後の攻撃を混合術で防いでるんですが、ここやらなくてよかったかなって反省してます。他で使えばまあ崩すことができるんで、ここはまあ動きだけ覚えておいて、こんなことしてくるんだって感じで体で覚えておきましょう。さあ最後に2章の最後のボスノーカットでやってみたいと思います。ちなみに僕この時レベル33でしたね。高いのか低いのか分かりませんが、まあこれぐらいでギリギリ勝てました。さあ先ほどの解説通り突っ込んでいくとブンブンと4回攻撃してくるので確実に避けていきましょう。でなるべく深追いせずに最初に紹介したバトルテクを活かしながらちょっかいを出す感じでどんどんやっていきましょう。この坊主ねずっと装備してるんですけどマジで使えますよね。パッシブで防御力が上がるんでマジでこいつ最強なんですね。でどんどん四角と三角攻撃を組み合わせてなるべく敵をひるませながら攻撃していくのが肝っすね。でスタミナを回復しながら踏みつけてくるので避けて攻撃していきましょう。なるべく最後まで出せたらいいんですけど無理はしない。ここ回り込めばあんまり当たらないですね。混成ゲージも溜まってきたのでどんどんまあ敵の攻撃を食らいながらなんですけどダメージを与える方が優先ということで、叩いていきましたね。ここ避けて踏み込んでくる。ここ混合術失敗しましたね。なんか床にダメージ判定があってきつかったようですね。ダウンしましたね。四角と三角のやっぱりこのコンボが HP も回復するし強いんですよね。敵をひるませるっていうのが一番いいですね。でここら辺ですね HP が 60% ぐらいになると敵が強強モードになるので、これ後で紹介するボス専用のアイテムを使うとこんな感じになります。低風樹って言うんですけど、ぜひこれはゲットしてから挑んでいただきたいですね。ここでコンボを組み込んで確実にダウンしてどんどん攻撃与えていきましょう。さあそろそろ半分かといったところでこれですね、範囲攻撃が来るがちょっと避けられずで、これですねノーモーションで蹴り上げてくるのこいつやばすぎないですかね。多分この2章のボスみんなめちゃくちゃ苦戦してると思うんですけど、この踏み込みのせいだと思うんですよね。さあ虫が出てきて避けるはするんですけど敵の姿が見えなくなる。ここは奇跡的に混合術も使って回避していますね。もうここら辺からアクロバティックに攻撃してくるんで、もうここら辺でたまらず低身術使いながらちょっとね MP 温存してたんですけどもう我慢できなくなったといったところでしょうか。さあどんどん攻撃していきましょう。硬いんですよね今作のボスが。マジで楽しいぐらい硬いっすよね。これですね気をつけるべき攻撃。ここ混合術使わなくていいですね。普通に避けましょう。皆さんは気をつけてください。踏みつけからのこれはね結構半分以下のHP 半分以下の時によくやってくる攻撃で、まあこれは避けられなくてもいいですね。でこの後が問題の蹴り上げですね。これずるすぎますよね。で結構食らうんすよね。もうマジこれ勘弁してほしい。なんか修正とか来たりしないんですかね。マジ強いっすよね。でまた虫を呼ぶとここまでがセットっぽいっすね。で避けて見えないので食らっていくと、この砂塵もどうにかしてほしいですよね。ここまたちょっと混合術使ってしまってるんですよね。まあクリアできたからいいもののもうちょっとうまく立ち回ったかなという気はしてますね。ここで思いっきりゲージ溜まっていたので使ってしまいました。こけさせてで低身術回復したので使っていく。もうちょっとですね HP が残り 30% といったところでしょうか。ここからが本番ですね。突き刺してこれ竜巻を呼んでるんですね。先ほど解説しなかったんですけど、これは竜巻に当たらなければどうということはないみたいな感じなんですが、結構邪魔なので配置を見ながら気をつけて行動してみてください。で距離を取ってちょっと様子を見ながらって感じですね。このブンブンこれ2回攻撃ですね。たまにしてきますね。ここら辺は覚える必要はないと思います。もうここまで来てる人だったら割とアンテナというか感度がビンビンに入ってると思いますんで、皆さんなら避けれると思います。123とこれはね遠くにいると衝撃波も飛んでくるのでお気をつけください。これも結構厄介ですね。離れるとこの衝撃波攻撃めちゃくちゃやってくるので張り付いた方がやりやすいって感じですね。そろそろ HP がやばいか
か回復して、さあ最後のお仕事ですね。ここら辺からもう頑張ってゲージも回復してきて MP も残っているんで攻めていきたいところって感じですね。術使ってどんどん削っていっているところですね。ダウン取れたらよかったんですけど、よろめきで終わってしまった。でここでたまらず変身、なるべく HP を減らしてもらってっていう感じの作戦ですね。さあどこまで削れるんでしょうか。はい、ここでエネルギー切れでおっと偶然避けれたって感じで、あともうちょっとですね。あともうちょっと頑張れ。で低封樹がもう一回使えるようにゲージが溜まり直しましたね。ここでもう一回踏んでくる。ここで金剛樹、これが正解だった気がしますねってところで竜巻に巻き込まれて、これ普通だったらもうここでゲームオーバーだったんですけど、運よく敵が金剛術で倒れていたんで助かったという感じ。さあ HP がなくなって低封樹を使ってよろめかせて、そろそろここら辺でお坊さん召喚して、はい、見事ノックアウトゲームセットですね。ぜひ皆さんも頑張ってください。はい、それでは最後にボス専用の隠しサブクエを2つご紹介したいと思います。今回のサブクエでゲットできるのがこちらの戦機というところの装備のこの2つですね。壁化刀というのと低封樹、この2つをゲットすることができて、この2つは何に使うのかというと、ボス戦で敵が強強モードに入る時の効果を打ち消してくれるかなり重要なアイテムになってるんですね。でこのゲームおそらくなんですが、僕は今3章攻略中なんですけど、それぞれの章のラストボスに使えるアイテムがこれなんで、多分それぞれの章ごとにサブクエが用意されてると思います。まずは壁化刀からいきます。一番近いワープポイントが早漏の森のこちら森の外れというところですね。はい、ワープしてきましたらまっすぐ進んで、このまんま敵がちょいちょいいるんですが、まっすぐ行って左斜め前の方角へどんどん進んでいってください。はい、こちらですね。今回も倍速とかは使わずに普通に進んでみたいと思います。距離近いんでね、分かりやすいですし、ここはね、皆さん立ち寄ってると思います。はい、こんな感じでちょっと左にぐるっと回って、はい、ここの門をくぐってください。そうしますと、ここ見覚えありますよね。コーチがいたところですね。ここの一番奥、ここですね。はい。要するに、この鐘を3つ鳴らそうぜっていうサブクエなんですね。ここがまず1つ目です。続いて2つ目の鐘が、この竹林というところの蛇の道というワープポイントに来てください。そうしましたら、普通に順路通りに進むだけですね。ここも皆さん確実に通る場所だと思います。ここを飛び降りちゃっていいですね。はい、こっちですね。で、振り向いて、蛇がいる方、こちらに進んでいきましょう。はい、ここの隙間を通り抜けて、ここボス戦になるところですね。なんか蛇使いみたいな敵がいるところですね。はい、そのまんま直進していきましょう。はい、見えてきましたね。ここが2つ目の鐘です。最後3つ目が同じ竹林のところの下ですね。白霧沢というところに飛んできてください。で、そのまんま順路通りまっすぐ進んでいきます。はい、見えてきましたね。ここがヘビーとボスバトルしたところですね。ボス攻略で戦っていた場所です。ここを左のこちらの岩の方に進んでいきましょう。はい、見えてきました。こちらが3つ目の鐘ですね。で、これを鳴らすと、ムービーが流れて、その後に、この上の方に首をつられた死体みたいなのが出てきて、インタラクトするとワープされるんですね。するとこちら、旧観音禅院というワープポイントが解放されて、本殿というところに飛ばされます。
はい、ここでこっちの方に宝箱があったりとかして、こういうのもゲットした後に、普通にこのまんままっすぐ門の方に進んでいくと、ここでね、みんな見たことのあるこいつですね。この別個体みたいなやつと戦うことができて、そいつを倒すと壁化刀がゲットできます。隠しサブクエ2つ目ですね。こちらの低風橋というワープポイントに来てください。ここはどこかというと、ちょっと戻ったあちらの方が虎のボスがいたところですね。そこから普通にずっとまっすぐ行くと割と近い位置にここにあります。このまままっすぐ順路通りに進んでいきます。敵がちょこちょこいるのでお気をつけください。こいつはちょっと止まっててもらいましょう。はい、まっすぐ行って最初の行き止まりを左に曲がっていきます。はい、こちらですね。階段を登っていきましょう。で、そうしましたら、ここ右に曲がります。また階段を登って敵がいるのでお気をつけください。で、そして、左側ですね。はい、ここですね。ここの中に壺があるんですけど、ここにね、酔いざましの石みたいなアイテムがあるんですね。これをゲットしておきましょう。先ほどのアイテムをゲットしたら、こちらの採石台というワープポイントに飛んできてください。で、ここはどこかというと、さっき動画で紹介したステータスアップの項目のところですね。ここで岩のゴーレムみたいなやつと戦うところのすぐ近くのワープポイントでした。普通に虎のボスを倒してから順路通りまっすぐ来ればここに来れるんですが、わからないよっていう人はちょっと前に戻ってステータスアップとか回復効果アップの紹介をしているところを見てみてください。で、そしたら今回はこちらの方角へ進んでいきます。はい、ちょっと右回りに進んでいくと、こちらにワープポイントがあるので先に開放しておきます。はい、こちらですね。ここがさっきの採石台というところの上の枕石壺って読むんですかね。読み方わからないんですが、こちらのワープポイントになっています。ここもう一回来ることになるので、ワープポイントを必ず開放しておいてください。で、開放したらまっすぐ行って右に進んでいきます。はい、目の前の敵がいるところですね。あの奥実は行けるんですね。はい、このまままっすぐ行って柵を壊して奥に進んでいきます。開けた場所に来たら、ここにね、なんか酔っ払ってるやつがいるんですね。で、ここにさっきゲットした酔いざましのアイテムを渡します。そうすると、ソウルライクとか、ソウルシリーズでよくある会話がループするやつですね。あれを最後まで聞きましょう。そしたら次の目的地に進んでいきます。今度はガゴジの三門という虎のボスの目の前のワープポイントに戻ってきました。で、ここに戻ってきたら、1個確認していただきたいのが、品物の購入というところで、こちら壁具が一つ必要になるんですね。結構そこら辺に落ちてたり敵からドロップするので持ってるとは思うんですが、もし持っていない場合はこのショップで普通に買うことができるので1個買っておいてください。はい、壁具をゲットしましたらこのまんま階段を登っていきます。1段目、2段目の途中を右に曲がります。そうするとここにさっきの酔っ払いがいるんですね。で、また話しかけるとさっきの壁具をくれみたいな感じで渡すと、サブクエが次のステージに進みます。そしてまた再びこちらの枕石壺というワープポイントに戻ってきてください。そしてまた同じ場所に行きます。あそこに戻ってきてるんですね。はい、またこの開けた場所に戻ってきましたら、ここにいるんではなくて、そういえば奥に座禅ポイントがあるんですが、それは置いといて右を向くといるんですね。なんか変なやつが。で、こいつと急に戦うことになって、ボス戦なのでなんとか倒してください。そんなに強くはないです。で、倒すとムービーが入って、今度この奥に進むことができるようになるんですね。はい、ここが隠しエリアになっています。そうするとムービーが挟まれて、新しいワープ
ポイント、火って書いてあるところの左門石が開放されます。普通にここに飛ばされてるんですけど、こんな感じの見た目の場所ですね。はい、あっちの方から進んで、普通に順路通りまっすぐ進んでいきます。で、ここも注意なのが、ここもボス戦があるんですね。ちょっと皆さん嫌いであろうトラタイプの敵がいて、もし手こずるようだったらさっき紹介したステータスアップとかもやって術とかもバンバン使って倒してみてください。で、見事倒せたらまっすぐ進んでいきます。で、ちょっと右に進んでいきますね。この辺りもあっちの方に宝箱あったりとか探索ポイントあるのでやってみてください。で、すぐ近くにワープポイントがあるのでこれを開放しておきましょう。で、これを開放したらこちらですね。こちらに進んでいって、あちらにでっかい太鼓があると思うんですね。で、ここにでっかいネズミがいて会話を進めてください。会話を進めたらなんかでっかいカブトムシが出てくるんですね。で、そいつを倒してきてくれと頼まれます。なのでこの砂漠の方に進んでいくとまたボス戦が始まります。で、ここで戦うボスなんですが、そんなに強くはないんですね。なんか前足しかロックオンできなくて、前足以外はダメージが通らないようになっています。で、ある程度ダメージを与えると、上の方にいたでっかいネズミが共闘してくれるんですね。なので、あんまり無理して戦わずに、そのネズミが結構強いんで、NPC に戦ってもらって、ちょくちょく攻撃すれば勝てると思いますんで、ぜひやってみてください。そしてそのでっかい虫を倒すと見事低風獣ゲットになります。お疲れ様でした。これから僕もどんどん攻略していって、また隠しサブクエ見つけたら紹介していきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。2章までのおすすめ攻略7選でしたが、いや、結構動画時間が長くなっちゃったんですが、このゲーム結構難しくて、でもその分面白いので、皆さんのね、何かの参考になったら嬉しいです。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。